はい。今日も裏 NT プロジェクトチャンネル見ていただきありがとうございます。今日は通変性の非合成のもう片方の合材とはどんな人物かを見ていきたいと思います。では早速やっていきましょう。合材のキーワードは、兄弟、同僚、友人、自立。基本的に人のペースに合わせることが苦手で、自分のペースに保って行動したい人です。ただ、被験と陰と陽が違うので、性格はやや異なります。それは何かというと、被験は外見は穏やかに対して、合材は外面が良くわがままなんですよね。人当たりは基本的によく、相手にソフトな印象を与えることが多いんですよ。自分に見返りがなかったり、利益がないと、スパッと見切りをつけてあっさりとね、関係を断つということもあるんですよね。そのためずる賢い性格を持っています。それではね、合材の長所を見ていきましょう。組織をまとめるのが上手。人を動かすのが上手。リーダーシップがある。社交性がある。交渉力がある。ちょっとね、被験の方と若干似てるんですよね、やっぱり。合材の人は基本的に束ねっていくのが得意ですから、あまり自分の感情やね、言い訳を言わず、それとなく伝えたり、表と裏を使い分けて接することが必要になってくるんですよね。で、合材を持つ方は、そういう誰とでもそつなくね、接することがね、本当にうまいんですよね。で、合材の方は、周囲との調整能力がね、非常に高いと言えるんですよね。望むものを手に入れるためには、ある意味ね、手段を選ばないところがあって、で、駆け引きや本音と建前をね、使い分けたり、コミュニケーションを取ることもね、得意な方が多いんですよね。基本的にね、人間関係を横並びに捉えているので、目上の人に媚びを売らないですし、年下の人の意見も聞けるので、人を使うのが上手いんですよね。で、いろいろなタイプの人から自分にはない才能や能力を学ぼうとするため、自然とね、社交的になるんですよね。で、合材のことをね、悪く書いてる部分もたくさんあるんですけども、そんなこと全然なくて、で非常に優秀な方だったり、仕事ができる方ね、本当に多いんですよね。で、被験の方はね、どちらかというと、思ったことはね、そのままストレートに表現する傾向が強いんですけども、反対にね、合材の人は、思っててもね、あまりストレートにね、表現しないで、腹の底にね、溜めているんですよね。ですのでね、時にはね、腹黒いとも言われる時があるんですよね。でね、面白い、お話があって、とある一節で、息子がね、おじいちゃんから、誕生日にブランドのもののお財布を買ってもらったらしいんですよね。で、引きの子は、この時にたまたまね、同じものを持ってて、おじいちゃんがこれ持ってるよ、いらないって言うんですけども、合材の子は、ありがとうおじいちゃんってもらって、次の日にね、売りに行くっていうね。性格がちょっと全然違いますよね。次に短所。お金が貯まりにくい。自分の直感、欲望を重視する。と、勝負師。ギャンブル好きですね。短気。裏表が激しい。で、合材といえば、財を奪い取る。財を驚かすなどと言われ、どんな時もね、財を奪うという強い意志を象徴し、内面にね、強い野心や欲望を秘めてるんですよね。ただそれをね、表に出すことはほとんどないんですよ。で、合材は一流思考が強いから、クールに決めるんですよね。で、悪く言うと腹黒い性格ですけど、このしたたかさはね、いい方向に活かせれば、で、大きく発展するんですよ。特にね、合材の女性の場合ですけども、合材の女性はね、ストレスが溜まってる時や、いいものが見つかってる時などにね、とあることに衝動買いをしてしまう傾向にあるんですよね。それがね、自分のストレス解消なんで、そのため結果的にね、お金があると、つい使ってしまうためね、お金が溜まりにくい傾向があるんですよね。次はね、自分の直感を信じることに関しまして、合材の方は相手の顔を見て対応を変化させる方法を持ってて、それを見てね、隙があれば直感で正面に出ることも惜しまないんですよね。で、都度ね、巧みに対応をするんですけども、内心では決して人の言うことをね、聞かないで、相手が弱いと見れば強引にね、自己の主張を押し通す駆け引き上手でもあるんですよね。外面がいい反面ね、内面の悪いところが出るので、そのため社会からのね、評価が高ければ高いほど、家庭内での評価がね、低い傾向があるんですよね。男性がね、特にその傾向があってね、女性も外交的でね、家庭に収まるタイプではないんですよね。合材の方は自分の目的を達成するためなら、自分の欲望でね、平気で人を裏切るので、敵も多くなるんですよね。で、いい意味でも悪い意味でもね、物にかけるという意味があって、賭博的要素があるんですよね。大胆に自分から仕掛けて、危険を冒してでも突進するようなところもあるんですよね。欲のためにね、自分の才能を潰さないように注意しましょう。合材の人はね、ギャンブル好きが多い傾向があるんですけども、実際にね、宝くじが当たったり、株式の投資でね、成功したりすることもあるんですけども、その反面ね、金遣いがね、とても荒い傾向があるんで、浪費しないように注意が必要なんですよね。で、後先考えずね、チャレンジして、それが結果としてね、いい方向に行くこともあるんですけども、失敗してね、とてもね、遠回りしてしまうこともあるんで、注意が必要です。大成功してもね、浮かれず初心の気持ちが大事ですので、心得てください。
実際にね、僕のお客さんでも何千万と投資してね、毎月何百万利益が出てる方もいます。またね、口座の人は裏表が激しくて、他人に接している時のあなたとね、家族の人たちと接している時のあなたとかね、結構ギャップがあるんですよね。ですからね、嫌なことがあった場合ね、家族の人たちに八つ当たりとかね、当たり散らしたりしないようにしましょう。トラブルの原因ですし、相手にもストレスが溜まってしまうので、しっかりね、何か原因で現状の気持ちがね、不安定なのかを問いただしたりして、周りのね、人たちをね、巻き込まないようにしましょう。そうしないとね、いつの間にかね、周りはね、離れていくので。で、合財の方の仕事なんですけども、基本的にね、スケールの大きな仕事をします。経営者だったり、営業、組織を作ったり、政治家など、不動産業者だったり、スポーツ選手、基本的に海外で仕事をする人とかね、多い傾向がありますね。自我が強いんで、課題や行動を自分で決められるような仕事がいいんですよね。注目されることやね、目立つことが好きなんで、自分の成果がね、表に出るような機会があると、それがなおね、モチベーションがアップするんですよね。合財の人はね、基本的に社交的な人が多いんですよね。その社交性にプラスしてエネルギーが強いんで、とてもね、周りの人に強い影響を与えるんですよね。コツコツやるより大胆に動くことが好きなタイプなので、合財の人は周りにね、人が自然と集まってきます。社交的だし、協調性がある上に力強いパワーを持ってるんで、周りが魅了されるんですよね。なんか楽しそうとか、面白そうとか、ね、気になる、ね。そういう存在になります。で、生まれつきね、人が集まってくるので、成長とともにね、瞬時に自分にプラスになる相手を見抜ける能力に長けてるんですよ。でその能力が人脈となり、運を切り開く糧になるんですよね。例えばですね、周りにいい顔をしすぎてしまって、家庭ではね、傍若無人になってしまったり、付き合っていた時は大事にしてくれたのに、結婚したら、あれあるんですよね。で、合財の有名人、著名人、芸能人は、ジョージ・クルーニー、安倍首相、本田圭佑選手、大坂なおみ選手。で大坂なおみ選手はね、合財と被験がね、月中にあったので、どちらの力をね、持って合わせている。まさしくスポーツ肌ですよね。まあ、どなたもね、職種は違えど、スピード感があってね、グローバルに活躍するような職種ですよね。で、合財はね、腹黒いと言いましたが、裏がある分、表の顔が、表面だけでね、人を判断しないんですよね。笑顔に裏にあるね、悲しみを見抜いたり、攻撃の裏にある寂しさを見抜いたり、心の奥の気持ちを感じられたりするんですよね。そしてね、相手がどんな権力者でもね、お金持ちでも貧乏人でも、どんな人でも、表だけを見て判断しないので、こびへつらったりしないんですよね。威張ったり。みんな平等に接することができるんですよね。そうですよね。本田圭佑選手も、普段ね、ビッグマスでね、強気な発言しますけども、裏ではね、人の心をとても理解されてますよね。SNS なんかでもね、言いたい言葉あれば俺に言ってこいとかね、相手も気持ちもわかる熱い方です。で、例えばね、こんな一面もあります。大勢の前でね、失敗した人に対し、大丈夫だよって、励ます人は普通にいい人ですよね。ところがね、合財の人は、そんなストレートには励まさないで、わざとね、見てみなかったふりとか、相手によってはわざとけなしてね、笑いに変えたりするんですよね。めっちゃいい人ですね。で、合財の人がいい方向に行くポイントとは、3つ。自分の得意なことで勝負すること。変化のあるね、明確な目標を持つこと。理解してくれる人と付き合う。合財は自我の星ですね。あくまでもね、自分中心ですが、それがね、信念を持っているので、多くの人を引きつける魅力があるんですよ。で、たくさんの仲間とね、ワイワイするのが好きな性格も持っているので、被験のようにね、フリーランスというよりは、組織を作る、まとめる力を持ってるんですよね。この星を持っている人は、夢や目標を立てることが大好きなんですよ。で、明確な目標を持つことで成功へと駆け上がっていくんですよね。合財の人が成功する近道は、この夢や目標を立てることが好きな特徴を生かすことなんですよね。で、多くや目標を立てたら、それに向かって計画していくこと。曖昧な目標では力を発揮できないんでね、物足りないんで、大事なのは大きくて明確な目標を立てること。とてもパワフルな力を持っているので、夢や目標に向かってね、しっかりと歩みを進んでいけるはずなんですよね。で、合財さんが一番大事にしているのは、スリル、そしてスピードです。退屈がとっても苦手な星だと言えるんですよね。まあ、事務職などね、じっとしてね、変化のない職業に就くことでしたり、専業主婦でしたりね、地道に堅実にやりくりすることでしたりね、刺激のない日常は、合財の方にとってはちょっと難しい環境なんですよね。事務職の方を、悪く言ってるわけではなくて、あくまでも合財の方が合わない職種ってことですね。しかし、合財の人は何でも自分でできちゃうから、誰かに任せるより自分がやった方が早いと思って、下を育てることを忘れてしまいがちなんですよね。すべて自分がやってしまうってことは、育つはずのね、人の目を摘んでしまいがちになるんで、人はね、他者から必要とされてる限り、生きる希望を失わないんですよね。なんで、それぞれ役割があると考えたら、頼る、任せるってことはね、しましょう。それが合財の人は得意でありますから、組織を作ることができる合財の人はね、社長力もね、一緒に耐えていきましょう。
合材の人は自分以外の人でもできる作業は任せること。そしてね、余った時間であなたの社長力をもっと磨いていってください。あなたと一緒に働きたい人は5万といますし、たくさんいるんで安心してください。組織といってもね、会社を作らなくてもいいんですよね。今でしたらネットや SNS で一つのコミュニティを作ったりね、そういうグループも立派な一つの組織なんでね。目的を決めればそこまでね、一直線にね、たどり着く才能を持ってるんで、その才能を大いに活かせる仕事を選ぶことが大切です。はっきり言えばね、薄っぺらい人とは付き合わない。悪人とは付き合わないということですね。でないと合材は精神を病んじゃうんですよね。自我が強いですけど、実際に自分に納得いかないこととかあったら、結構メンタルもやられることもあるんで、先ほどの話で言えばね、失敗した人を笑ったり、みんなが心配してるのに知らん顔だったりね、そんな優しさも理解できない人からしたら、ただの悪い奴とかね、嫌な奴だと思われがちですけど、勘違いされたりしますけど、そういう人はね、そもそも理解しないので、はしょりましょう。相手にしないで大丈夫です。あなたを理解する人を見つけた方がよっぽど効率がいいんでね。そうやってね、自分の世界を広げていくことで自分に余裕が出て、あなたを慕う仲間も出てきます。一人ではできなかった大きな力で、夢へとね、一緒に到達することもできるでしょう。はい。では今日はね、合材の方の特徴をお話ししました。合材の方の人間力を生かしてね、より良い自分を見つけていきましょう。では次回は合材の恋愛を話していきます。本日は長い間ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。